ナルシーズンの監督、林雄一郎さん。監督ありがとうございます。そうなんです。そんな監督からの質問をちょっとここでご紹介いたしましょう。こちら。収録時によく、特にパクさんなどは美馬さんにいじられたりしていますが、その直後に普通にキャラクターの芝居にちゃんと戻ってこられるというのはある意味名人芸だと思います。秒で気持ちを切り替えるのに何か秘訣などあるのでしょうか。いつ頃身についたスキルなのでしょうか。ですか。ちゃんと聞かれてる。ちょっと待って、監督もうちょっとなかったのかな。なんでここ内容関係ない。内容関係ないね。名指しですね。いやでもなんかすごい和気あいあいとしてる空気をね、きっと監督は感じられる。感じてたんだね。監督何見えてるんだろうね。これさ、私だけじゃなくてみんなやられてるでしょ。でも特にって。特にね。でも僕らからするとパクさんは逆に美馬さんにめちゃくちゃ絡んでるなっていう印象が。そうね。なんかまあすごいじゃない。そうね。とりあえず横パンはするよね。やるよね、美馬さんにも。パンチしすぎでしょ。だからそのくらいの距離感でものすごく近いのに、でも一気にこうアフレコのスイッチパンと入るともう音響監督と役者。違うのよ。美馬さんもさ、割とシャイじゃない？そうね。そう。で、こっちもさ、真剣勝負と思ってさ、アフレコに行くからさ、なんか割とピリついちゃう感じもあるじゃない？だけれども、そうならないようになんとなくするじゃない？で、だから美馬さんのこの、なんかちょっといじりって、一瞬お互いの距離感縮めて、こうなんていう、リラックスしたところから入ろうぜっていう合図、あれ違う？いや、でも確かにそうかもしれない。なんか違うんだって言う。いや違うんだよ。みんなすごい同意のうなずきを。ですよ。そうですね。すごいな。あやねなんかはどうなの？それやられてる？そう、ロミさんと収録一緒になったことないですよね。分散で今ってそう、ね、分散収録なので、私生のハンジさん聞いたことなくて。生ハンジさん？生ハンジさん。ここで今日初。ハンジさんだ。ハンジでーす。生パクさんだよこれは今。元気そうで嬉しい。そういうこと。はじめましてガビー。こんな夢の世界が来ればいいのに。これ何これ。どうしたの？恋どうしたの？大丈夫です。大丈夫入りたいの？恋大丈夫です。聞いたよ。大丈夫です。それハンジさんじゃないですよ。今パクさんで。すいません。ただ進撃の現場って本当こんなにちゃんと笑い合えてるんだっていうのがちょっと。全然です。全然です。違うんですか？全然でしょ。今日はロミさんがいる、前回のイベントなんかすごかったですからね、本当に。そうでしたね。いやもう本当に。みんなさ、楽に行こうだって。ただでさっきも言ってたけど、重いじゃない。確かにそうだね。ハンジさんだな。嬉しい。その切り替えが多分見事だなっていうことを感じたんですよね。そうですね。特にハンジさんに関しては。監督多分そうですね。美馬さんがそうやって息抜いてくれてんだなっていう合図だなと思って、あちきも乗っかっては見てるものの、ちょっと度が過ぎるなって思うこともあります。それは自分でちゃんと思ってる。仕掛ける側だと思うんですよね。本当に求めてると思っちゃってるのかね。でもなんかすごい和気あいと本当にしててね。なんかまあ毎回美馬さんも嬉しそうだなっていうなんか感じますけど。そうね。でもみんなもだからごめん私だから皆さんと一緒にアフレコが1回2回ぐらいしか2回ぐらい。これトータルの話ですもんね。逆に聞きたい。美馬さんにいじられないのあんたたち。でも結構回れ組はいじられないですよ。進撃の現場では。なんかそう多分ね。使い分けてるよね。そうだと思う。あえてね。美馬さんはダメ出しっていうかディレクションも、この人までは聞こえてていいみたいなのを声の大きさでなんか調整してるらしくて。なんだアライグマ。作詞だよね。すいませんごめんなさい。いや、そうらしいんですよ。これが、こっちの人への指示がこっちの人に聞こえちゃうと、こっちの人は今のままでいいのに、こっちの人の指示に引っ張られちゃうからとかで。ね、その人は変えないで言われた人が変化していくのが求めてる形なのに、別の人が聞いて、まあ、その人がなんか力の加減を変えちゃうとバランス変わっちゃうからね。みたいな、そう。だから台本でちょっと口を隠して、一人にだけ伝えたりとかするんですけど、周り組はやっぱ、まあ、その中身が幼いっていうのもあって、まあ、その戦場の緊張感の調整だったりとか、あと、よく美馬さんがまあ使う、こう、諦める、諦めない、挑む、挑まないとか、もう、結構細かく指示があったりとかして、こっちはピンとした緊張感が強いですね。そうだね。マーレ組の収録の時は結構、まあ、
作品に沿ったというか、ピリッとした空気感があったので、僕も感じましたね。そうですね。で、我々の時で言うと、まあ、やっぱ物語が進んでいくによって、ちょっと変化していく部分はありましたけど、美馬さん的には、ね、さっき自分でも言ってましたけど、8年前、こう、まだまだね、アフレコ、そんなに多くなかったみたいな中で、すごくこう、美馬さんも、なんか、リラックスさせようという空気感で作ってくれてたんですけど、とある瞬間ぐらいから、石川優衣が最近俺をいじってくんだよ。そうね。嘆いて。言っていや、でも美馬さん多分私のことなんかもっと多分年下だと。年下だよ完全なる。そうだね。多分私年齢が上がってないと思われてんじゃないかなと思って。その当時、でも、当時のね。そういうもんなんですよ。まあ、出会った当時のままなんです。おじさんたち。おいおいおい。そうだから多どの分すごい視点で言ってんの若いカジ君は子がいじってきたって思われてんじゃないかなと。確かにねでもちゃんと一緒に年齢は上がってるんですよっていう重ねて気持ちで。きてね。うん。それ言ってあげて、美馬さんに。ごめん、カジ君は今、どういう人なんだそうだよね。いや、でも、いや、今のは何なのいや、でも、いや、そう、美馬さんにとっては、本当に、ね、こう、まだ、右も左もわかんないみたいな、こう、あたふたしてた石川さんがあるから、今もうね、いろんなところで活躍してる経験を積んで戻ってきたというか、ミカサとしてね、ファイナルシーズン演じてる石川さんっていうのが、なんかこう、まだ信じられないというか、ミカサとしては入ってくるけど、本人としては、なんか、俺いじられてるみたいな。そんなつもりもないですよ。娘なんじゃない？そんな感覚じゃない感覚だと思う。ね。あんだけ可愛かったのに中学生になったらお風呂一緒に入ってくる。ああ、反抗期を迎えそういうやて。まあ、美馬さん、美馬音響監督に関しては特にもうね、1話からずっとですもんね。そうですね。お付き合いがね。いや、本当でも美馬さんがいるからこそ、僕たちは、まあ、引っ張っていただけるというか、自分たちのあるべき形でアフレコさせていただいてるな。進撃っていう作品に関しては本当美馬さんでよかったなと思うよね。はいじゃないとできなかったんじゃないかな。そう思います。はい、ありがとうございます。美馬音響監督と、そしてね、林監督にね、はい、質問いただきました。ありがとうございました。以上、ここまで視聴者が選ぶファイナルシーズンパート2名シーンお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。さて、続いてはやってまいりましたキャストの皆様による生アフレコのお時間となっておりますので、ではね、ちょっと一度お立ちいただいて、皆様、はい、一歩前に出て、はい、こちら、準備の方よろしくお願いいたします。さあ、昨年のイベントでも生アフレコを行いましたが、はい。またね、どのシーンをきっと歩んでも辛くて、そうですね。ね。で、それを改めて、はい。もうなんか、毎回交渉するんですよ。はい。先に生アフレコをやらせてくれる。そうですね。だけどね、はい。こう皆さんの気持ちのボルテージとしても、はい。順番がね、あるかなというところで、ねまあ、当然初めて演じるシーンばかりだと思うので、まあ、僕たちもすごくこう緊張しつつも、まあ、それこそ完結編につながるような思いを込めて演じさせていただきたいと思います。はい。ありがとうございます。そして今回もね、もちろんファイナルシーズンパート2のシーンの生アフレコとなります。ですのでもう本当に生の肉声でと言いますか、それをちょっと肌で感じてもらう形になりますので、ぜひね、ゆっくりご堪能いただけましたら幸いです。それでは準備の方はよろしいでしょうか。はい。ファイナルシーズンパート2名シーンの生アフレコです。ご覧ください。